目的地はだいたいここらへん。道東の秘境巡りをします。とりあえず青森から北海道までのフェリーは予約できたけど、ホテルとか帰りのフェリーは予約せずに出発しています。大まかなルートは、東京から青森は高速道路を走って、青森から室蘭をフェリー、道東を周遊して、帰りはできれば苫小牧から大洗のフェリーに乗りたいなと。そうです、シルバーウィークだったのでキャンセル待ちしてます。まずは地獄の高速移動ですね。箱崎から首都高に乗って東北道をひたすら北上します。青森のフェリー乗り場までは 720km、 8時間以上走ります。夜中の東北道はひたすらこんな感じ。車のライト以外は真っ暗。ひたすら単調な道が続くので、眠気と戦いながらの走行になります。何より動画としては全カットなのがメンタルに追い打ちをかけます。だんだん夜が明けてきましたね。青森料金所までなんとかたどり着きました。フェリーの出港は10時40分なので朝食と休憩ですね。サーモン行きますか？はい、サーモン行きましょう。はい、どうも。味よろしいですか？青森から室蘭の航路は就航したばかりだったので、この時は記念割引も実施されていてお得でした。函館には立って走るルートと大差ないのでおすすめです。
酒飲まずにはいられない。朝早く起きて登別温泉までやってきました。あくまでメインは道東なので寄り道です。昨日の嵐で道が荒れてますね。そうでしたか。皆様、もし子熊さんたちがですね、お魚取れた時にはですね、ぜひ盛大な拍手をお願いいたします。なかなか惜しいところまで行っているみたいですね。中に入れてる。もしじゃかったら、本当。まだ間もない。こんな声なんですか。さっき喧嘩していじめられてたやつ。あっち。熊の生態が勉強できたところで温泉に入りに行きます。この辺りは外国人も多いし混むという話だったので少し奥地にあるカルルス温泉にします。昨日の嵐のせいなのか通行止めになってるようです。迂回を余儀なくされました。登別温泉から15分ほど北に行ったところになります。
人混みもなくて良さそうですね。混んでなくて良いお湯でした。移動で溜まった疲れが癒されましたね。登別にはない国公認の国民温泉保養温泉地というのが本物の証ですね。温泉に入ったらソフトクリームを食べたくなるというもの。来る途中に見かけた近くのお店に寄ってみました。今日の目標は帯広まで行きたかったので走らないと。帯広までだと約230キロ、4時間を走らないといけません。寄り道しすぎましたね。苫小牧を通って日高山脈を越えていきました。着いて速攻で飯を食いに行きました。この鴨川というお店、最高でした。刺身がうまいのは当然。マトンレッグ刺しが神。小米もでかくてうまい。氷の入ったアイスビールがあったり、締めは名物の豚丼で、北海道のうまいものを満喫できました。今回の旅のもう一つの目的が、エネオスとアポロステーションの廃屋品質の比較だったので、北海道ではアポロの廃屋だけを入れて走ります。北海道は製油所がアポロしかないので、アポロ以外混ざってないだろうという狙いでテストしています。よかったら後で検証結果の動画もご覧ください。朝食は近所のパン屋でいただきます。近所といっても車で15分以上は走ってますが、北海道では近いという感覚になってしまいます。麦音というお店で、十勝産小麦 100% のパン屋です。駐車場の状態からお察しでしょうが、すごい人気です。朝早くても並ぶ覚悟で来た方が良さそうです。ここからがこの旅の本番です。道東の秘境巡りの始まりです。車通りの少ない道を走ります。15分ぐらい1台もすれ違わないような道を奥に進むということです。人里から遠く離れたところにありますので、くれぐれもご注意を。携帯の電波も入らないので、何かあっても自己責任で。しばらく走っていると、炭鉱跡までの途中にこんな黒い池もありました。それでは、目的地に向けてさらに奥に進みます。炭鉱跡までは舗装されてるので安心してください。着きましたね。ここまではギリギリ舗装されています。
70年前に閉山された炭鉱跡でした。炭鉱というか宿舎跡の遺構ですね。一応町の観光サイトにも載っているところなので公式の観光地です。ただ、建物の中は立ち入り禁止になってますのでご注意を。注意すべきこと他にもありますが、皆さんお気づきだろうか。この道東、ヒグマの主要生息地です。今のところも人気がないので、普通に出没しますし、携帯の電波も怪しいので、行くなら覚悟してください。Y も怖いので、音で威嚇したり、警戒しながら入ってます。そう、命がけで撮影しているようなものです。104km、1時間40分ほど走ったところに別の炭鉱跡もあります。こちらは1970年に閉山になった炭鉱です。東方向にあるので寄ってみます。手前には記念碑がありました。炭鉱跡はこの先にあります。ここも人気はなく、携帯の電波も入りません。雨は降ってないのですが、通行止めになってますね。炭鉱跡はこの先数百メートルのところにあります。とりあえず車から降りてみましたが、やばかったです。降りた瞬間、とにかく獣臭がすごかった。今回の旅は危険なところにも行くので、予備知識はつけていったつもり。ヒグマの生態、土まんじゅうが頭をよぎった。食べ残しを土に埋めて執着するあれです。ゴールデンカムイを見ていればわかりますよね。さすがに命の危険を感じたので退散です。もし気づかずに、ここに車を置いて生身で進んでいたら、今頃は土まんじゅうの中だったかもですね。この動画がアップされて公開されるどころか、アベマニュースの方で Y がデビューするところでした。漫画に命を救われたと思っておきます。ちなみに、ここは心霊スポットとしても有名なようですので、お化けにも気をつけてね。気を取り直して、釧路湿原で癒されようと思います。35km、40分ほど走ってオンネ内ビジターセンター近くの木道を散歩します。この日は釧路駅近くのホテルに泊まることにしました。近くの魚のうまい居酒屋で寿司をいただきました。これで明日からもやっていけそうです。道東のこの辺りを周遊しますので、チャンネル登録をして次回動画をお待ちください。ほな。